こんにちはなのだ。こんにちは。今回もファミコンの構造の続きを説明してくのだ。今回は CPU の説明をするのだが、がっつり覚えることがあるので気合を入れていくのだ。お願いします。まずは基本情報から説明するのだ。ファミコンの CPU は MOS650 から派生したカスタム版なのだ。当時のアーケードゲーム業界で最も使用されていた CPU はザイログ社の Z80 で、高機能で柔軟性を重視した設計だったのだ。任天堂も Z80 を使っていたんですわね。そうなのだ。ファミコンも当初は Z80 で作ろうとしていたんだけど、自社チップを売り込んでいたリコーがすでに利用ライセンスを結んでいた650をプッシュしたそうなのだ。そもそも650は低価格で高速に動作することを目指して作られた小さくてシンプルな CPU なので、コスト削減を目指していた任天堂は650を選んだとのことなのだ。 Z80 とは設計思想が全然違うんですわね。 Z80 の命令数は200種類以上、650には56種類というだけでも違いがわかるのだ。クロック数は約 1.79MHz、1秒間に178万9773回の一定のリズムで動いており、1命令を処理するのに必要な平均は4クロックなので1秒間に44万7500命令を処理できるのだ。ファミコンの画面を書き換えは60フレーム、1秒間に60回なので7458命令で1フレームを処理することになる。かなりきつい処理速度なんですね。最近のパソコンは高速なのでこの処理速度は簡単にエミュレートできるのだ。逆にこのクロックを超えないように抑えてあげないとゲームが高速で動いてしまうので実装では注意なのだ。ところで NTSC 版とは何ですの？アナログテレビの規格には米国や日本で使われる NTSC と欧州のPALの2つがあるのだ。ファミコンはこの差をクロックを変えることで両側のタイミングがうまく合うように調整している。今回は手を抜いて NTSC 版だけで作っていくのだ。なお APU のクロックにも影響を与えるので音階が微妙に違うという副作用があったりする。忠実なエミュレーターを目指すならPALにも対応しないといけませんわね。では次にレジスタの説明をするのだ。レジスタとは C シャープでいうところの変数のようなものだが、650のレジスタは驚くほど少ないのだ。これで全てである。本当に驚きですわ。投稿者さんは過去にアセンブラのプログラムをしたことがあるので気にせず流してしまったが、最近の C や C シャープなどの高級言語しか知らない人には意味不明なレベルではないだろうか。それぞれに用途があり、演算などを汎用的に使うのは A レジスタのみである。インデックスレジスタは主にアクセスするアドレスの指定やループで使うが、限定的だが A レジスタに近い使い方もできる。Y レジスタについては命令セットのところで詳しく説明するが、ざっくり言うと処理中のデータはメモリ中心で管理し、レジスタは一時的な作業台と考えるといいのだ。簡素な分プログラムにプログラマの個性が出やすそうですわね。当時のゲーム開発は一人のプログラマが短期間で作ったので、保守性とかガン無視で独自性が強かったのだ。ゲームの解析が大変そうですわね。次に PC レジスタの説明だが、これは実行中の命令のアドレスを示し、メモリから命令を読み出すとその命令の実行前に次の命令のアドレスに自動でカウントアップするのだ。命令が値を持っている場合は命令の処理中で値を読んだ直後に値のサイズだけ自動でカウントアップする。命令の処理完了時には次の命令のアドレスを示している。あと PC レジスタの値はプログラムで直接変更できない点は他のレジスタと違うところなのだ。ふむふむ。 S レジスタはスタックポインタのアドレスなのだ。メモリの一部をデータの一時保管場所として専用の命令で簡単に保存と読み出しができる仕組みなのだ。この保管場所をスタックページと呼び、保管と読み出しをする仕組みをスタック、保存するアドレスの指定をスタックポインタと呼び、それを保存するのが S レジスタなのだ。プログラムで保存、読み出しできるのは A レジスタと P レジスタのみ。割り込みや関数呼び出しでは CPU が自動で PC レジスタの保存、呼び出しを行うのだ。例えば関数の呼び出しでは関数から呼び出し元に戻る場所、
つまり関数呼び出しの次の命令のアドレスを覚えておく必要があるので TC レジスタをスタックに保存しておくのだ。保存場所は100から 1FF 固定で上位8ビットは1で変化はないため S レジスタは下位8ビットだけを保持する。 S レジスタの初期値は253でここにデータを積み上げスタックしていくのだ。初期状態で A レジスタの保存を指示すると 1F デイに保存し S レジスタを自動で 1FC にカウントダウンするのだ。逆に読み出しを指示すると S レジスタを 1F デイにカウントアップし 1F デイからデータを読み出すのだ。この時 1F デイに保存した値はそのまま残るので注意してほしいのだ。疑問なのですが、なぜ100から 1FF でなく 1F デイから100方向にスタックするのでしょうか？その方が CPU の回路が簡単で高速になったからでプログラマより CPU に親切な時代だったのだ。あと S レジスタの初期値は 253F デイという理由は何ですの？中途半端な数値ですわね。どうも6502を開発したモステクノロジー社の技術者が 1FE と 1FF をプログラムのデバッグ用ツールでワークとして使いたかったことが理由のようなのだ。そんな理由だったんですね。最後に P レジスタの説明をするのだ。このレジスタは比較演算結果の状態を保存しているのだ。 if A イコール0は A と0を比較しその結果で処理を分岐している。この比較結果を格納し次の分岐処理に渡すのが P レジスタなのだ。なるほど。続けてステータスフラグの説明をするのだ。 P レジスタは8つの各ビットごとに異なるステータスを保存する。ステータスの種類はこんな感じ。この個々のステータスをステータスフラグと呼ぶのだ。6502の命令は分岐命令を除いて符号の概念はないので符号ありの演算を保管するためのフラグが多いのだ。符号の概念がなくても良い理由は何ですの？符号の概念がない理由だが A レジスタは1バイトなので符号なしで考えると範囲は0から255で255の次プラス1は0、0の前マイナス1は255というように0と255は循環でつながっている。次に符号ありで考えると範囲はマイナス128から127で127の次プラス1はマイナス128マイナス128の前マイナス1は127というようにマイナス128と127は循環でつながっている。符号の有無に関係なく数値として循環しているので CPU 的には同じ範囲なので符号の有無は関係ないのだ。確かにですわ。では N フラグから説明するのだ。比較演算した時演算結果の最上位ビットが1なら N フラグに1トルー違うなら0フォルスをセットする。 C シャープで書くならこんな感じ。最上位ビットの状態を見ているだけなのだ。そのためプログラマが扱うデータは符号付き機だと考えれば N フラグで符号を判断でき符号なしで単純に最上位ビットの状況を見るという使い方もできるのだ。ふむふむ。次は V フラグを説明するのだ。演算した時演算の前後の値が 0x7f から 0x80 をまたぐと V フラグに1トルー違うなら0フォルスをセットする。符号ありで考えた場合演算結果がマイナス128から127の範囲を超えたオーバーフローしたことを判断できるのだ。 C シャープで書くならこんな感じ。バリュー1にバリュー2を加算した時にオーバーフローしたかどうかを判断している。この判定式はどういう考え方で判断しているのでしょうか？まずどのような場合にオーバーフローするのか調べてみる。加算の場合はこんな感じ。プラス値とプラス値の加算で結果がマイナス値になるときオーバーフローしている。減算の場合はこんな感じ。符号反転した計算式で考えるとプラス値とプラス値の加算で結果がマイナス値になるときオーバーフローしている。これは比価数と価数が入れ替わっても比価数がマイナス値になっても考え方は同じであるのだ。まとめると同じ符号を演算した時で演算で結果の符号が変わった時オーバーフローしたと判断できるのだ。なるほど。この判断方法をプログラムに起こしたのだ。
判定式を分解すると XOR 演算なのでビットごとの比較で一致しないとき結果は1、一致すると0になるので、1で最上位ビットが0なら同じ符号となる。2では1をビット反転しているので同じ符号なら最上位ビットは1となる。3は最上位ビットが1なら演算で結果の符号が変わったと判断できる。2と3を組み合わせた4で最上位ビットが1なら同じ符号の演算で演算結果の符号が変わったことを判断でき、5で最上位ビットを絞って最終判断をしているのだ。何が何やらですわ。息切れしたのだ。 R フラグ D フラグは未使用なので説明を飛ばす。 B フラグ I フラグは割り込み処理の時に説明するのだ。疲れたので後回しですので。次に G フラグの説明をするのだ。比較演算した時演算結果が0なら G フラグに1、トルー、違うなら0、フォルスをセットする。これは簡単ですね。次に C フラグの説明をするのだ。演算結果で桁上がりや桁下がりが発生したら C フラグに1、トルー、違うなら0、フォルスをセットする。加算時の桁上がりと減算時の桁下がりで判定式が異なるが、どちらも結果を INT 型に入れ9ビット目が1かどうかで判断しているのだ。 V フラグと C フラグって似ていて使い分けがよくわかりませんわ。結論を一言で言うと C は事実を示すフラグ、V は解釈を示すフラグということなのだ。6502には符号の概念がないが C フラグは符号なしでの計算結果なので6502は事実として通知してくれる。しかし符号ありの演算はプログラマが勝手に符号ありの場合として演算命令を使っているだけであるため、6502としてはもしかしたら計算が波状しているかもよと忠告をしてくれるのが V フラグなのである。6502としては判断できないのでプログラマさんで判断してねという使い方なのですね。そうなのだ。今回はここまでとするのだ。次回も CPU の続きだが今回よりも難しいので頑張るのだ。了解です。それでは今日はここまで。ではバイバイ。